はい、というわけでね、先月のね、シーズンが終わって、また新しいシーズンが始まったんですけど、今日はね、解説というよりは適当にベラベラ喋りながら、マルチを回そうかなと思います。ということでね、いっちゃいます。あれ、ミラにしないか。クイーンミラにし、これあれやん。俺が最終日に星1した配置やん。なんかいいプランないのかね。ここは狙われてるの分かったから、こっちから行くわ。リベ側から入ればいいか。やばい、何を話そうか雑談しながらって言ってたんですけどね。まあ今月もね、なんだかんだルートライダー若干は対策された感じはあったものの、やっぱ相対的に見るとね、やっぱドラゴンライダーとあとなんだっけ、ドラゴンライダーとスローアーカーが結局ね多かったねっていうところで、ルートライダーまだまだ戦えそうな雰囲気は感じましたよね。結局ね、やっぱ自分に合った戦術をね使うのがいいかなと思いますね。私はもう長らくね空をやってないんで、空を使うのはちょっと、ね、時間がかかりそうだなっていう感じがありましたね。とはいえやっぱデュークの今相性が一番いいのはドラゴンライダーかなっていうね感じなんで、昨日ちょっとやってみた感じ、まず時間切れを心配する必要はないんですよね。で、時間切れ心配する必要がないと何がいいかっていうと、ドラゴンデュークが最後ちょろっとでも生き残ってると押し切れちゃうんですよね。ルートライダーの場合ってもう結構時間がそもそもシビアなんで、ドラゴンデュークが生きてたとしてもそんなにね時間の猶予がないんで最大限活かせなかったりするんですけど、ドラゴンライダーの場合はそもそも時間がたっぷりあるっていうところでね、結構大きなアドバンテージがあるなっていう印象を受けましたね。なんでやっぱねドラゴンライダーはね強いなっていう感じですね。ただねやっぱ序盤が忙しいなっていう感じですね。やっぱ動きが速い分慣れないと結構呪文余っちゃって全然なんか思ったプレイができなくて死ぬみたいなね。っていうのがね結構あったりするんで、あんまりこうね呪文を出し惜しまずにやるっていうのがね結構大事かなって思いましたね。ルートライダーはルートライダーでね、やっぱ今シーズン新施設のクラフトがねなくなるっていうのもあって、すごいやっぱ難しいね。こう頭の体操になるね。こう
全然関係ないこと話しながら全然関係ないこと話しながらプレイングするってなかなか難しいね。で、何を言いたかったかっていうと、クラフトのねボムハイブがなくなるんで、ルートライダー使ってルートライダーっていうよりはあれですね、ロイちゃんチャージやってみようかなって思う人の割合が増えて、相対的にルートライダーはねきつくなるんじゃないかなと。結局なんだっけ、ロイちゃんチャージやるってなったら結構ルートライダーが一番選択肢としては多いのかなっていう気がするんでね、結果的にはルートライダー対策されちゃうんじゃないかなと思いますね。当然ながらドラゴンデュークは多分加工されると思うんでね、はい、ドラゴンデュークにばっか頼ってるとルートライダーはちょっときつくなっちゃうかもしれないですね。でもそれを相殺するぐらいの装備がねなんか出るっぽいんですよね。なのでトントンかむしろ出た装備見る感じだとプラスまであんじゃないのっていう感じなんですけどね、個人的には。はい、なのでそれに加えてね、クラフトの施設がなくなるっていうことは次のねクラフトの施設が出てくるわけなので、もちろんどういう今回はコンセプトで来るのかっていうところですね。結局ねクラフト施設3つ来たところで使ってる人は使ってるというか流行るクラフト施設はね1個しかないんで、あんま意味あんのかなってちょっと思いますけどね。間違った、回収したつもりでした。はい、ということでね、ぼちぼちやってますけど、今シーズンはねなんか何回か見たんですけど、防衛のなんだっけ平均が集中できてない何を言いたかったかっていうと、なんかオフェンスのアベレージはすごくいいのになんか全然いい順位が取れないみたいなのをね何回か見たんですけど、どうなんでしょうね。防衛はねアベレージはね本当にアベレージであって、やっぱシーズン終盤にどういう防衛したかってめっちゃ大事なんですよね。なんか序盤になんかめっちゃ防衛取ってたからって言って自分のオフェンスとの兼ね合いもありますけど、アベレージがね1違うと28日間で28トロフィー差がつくんですよね。やっぱレジで1000位近辺ってもうほぼ団子状態なんですよね。アベレージが2、3違うだけで相対的に70ぐらい差つくんじゃないかな。だから結構でかいんですよね。なので、私はねやっぱ防衛は結局言われてるように運試しでしかないので、防衛に頼るぐらいだったらオフェンスのね平均を上げる方がいいかなと思います。で、特に私がねこうレジェンド上位行く前に感じてたことは、やっぱグローバル付近に来るとめちゃくちゃ配置が難しいなって思ってるんですよね。はい、その当時1000位ぐらいをさめおってた時期、
でそこでがっつり持ってかれて、そこでがっつり持ってかれてまた結局やり直しになるみたいな。だからちゃんとね、なのでまずはしっかり自分の中でこれ系の配置はこういう風に取るとかっていうね、なるべく初見の配置が出てきた時にもしっかり対応できるようななんか立ち回り方を覚えられるとすごくいいんじゃないかなっていうのがね、個人的な意見なんですよね。はい。結局やっぱね、付け焼き刃だとどうしてもね、長続きしないんでね。特にやる気がある時はやばいね、ちょっと忙しすぎる。たくさん配置コピって上位の配置をねちゃんと練習してねいくことがめっちゃ大事ですね。はい。とにかく星1を取らないことはめっちゃ大事ですね。特に終盤はね、星1が命取りになるんで、星2ケアのプランもしっかり持っておくっていうのがね大事かなと思います。ということでね、4本やったんで一旦区切って再開。はい、取り留めのない話をねしてたんですけど、またこの配置いや動き方やばいってそれ。でなんだっけ、まあいいや、じゃあ次の話題に行こうかな。はい。結果的に私のアベレージはいくつだったかな、300ぴったり。いいアカウントは323ぐらいまであって、普通のアカウントっていうかはアベレージが300ぴったりだったかな、だった気がしますね。はい。なんで1日1回か2回ですね、こけられるのは。はい。それも低パーセンテージだと、もちろん1回しかダメなので、とにかく高パーセンテージは取ることですね。はい。で星1をなるべくしない。もう星1した時点で300切っちゃうんで、300いくのはなかなか難しいですよね。あとはとにかくめっちゃ出てくる配置をめっちゃ練習する。はい。私は昔はねレジやる前に練習してたんですけど、3アカもあるんでね、よく出る配置は真面目にやってるアカウントに到達する前にね練習できるんでね、やってないんですけど、1アカしかない人は絶対練習してからねやった方がいいですね。はい。今シーズンめちゃくちゃ出た配置はもうど真ん中がっつりレイジ2個置いてますよっていう配置が終盤は上位の方はやばかったですね。はい。やっぱ昨日とか特に、マルチの序盤とかっていうのはみんな配置変えてなかったりとか、中盤の人もね結局ツイッターとかで流れてきた有名な配置をね
並べてるだけで、これとかもめっちゃ有名ですよね。なんでもうとにかく覚えることですね。覚えること。なんか私の知り合いにいやどの配置取ったか取り方覚えてねえって言ってたやつがいたんですよ。論外ですよ、そんなの。取り方覚えてなかったら上行けないっすね。これテストと一緒っすよ。テストと今まで取ったことある配置もう一回取れますかっていうゲームですよ、レジェンド。基本的にはe スポーツモードとかはね、もちろん初見の配置しか出てこないんで、やっぱこうプランと地力が試されますけど、レジェは教科書読んできましたかっていうテストなんですよね。それ以上でもそれ以下でもないんで、いかに自分の中でパターンをたくさん持ってるかなんですよね。はい。っていうことでね、まずはたくさん配置を触りましょうですね、やっぱり。でパターン化しましょうですね、次に。もうレジェなんてね、大体似たような形ばっかりなんでね。はい。で罠はちゃんとどこにあるかなっていうのをちゃんと想像しましょうですね、次に。めっちゃギリギリになっちゃったけど、はい。えぐい。はい。っていうのでね、はい、とにかく、時間の許す限りきちんと配置を漁ってコピーして、その意味でやっぱね、複数アカウント持ってるとたくさんね配置のストックできるんでいいですね。それが難しいよって人は撮り方とかね、動画に撮って自分で管理しとくとね、いいと思いますね。はい。なんかやってる人いましたけど、そういう感じでやるといいんじゃないかなと思います。はい。私はね、たまたま本当にルートライダーをめっちゃやってて得意で、今シーズンっていうか試しにやってみようかなって思ってルートライダーやったら、思ったよりなんかいけるやんってなっちゃったんですよね。私タウンホール18出てきた時はもちろんルートライダーやってたんですけど、全然取れないなって思ってやめちゃったんですよ、マジで。なんでか今は取れてるんで分かんないんですけど、はい。やっぱ私にとってはね、スロワーが結構すごい大事なキーパーツかなと。人によってはね、すごい流れるから入れない方が強いよっていう人を見かけるんですけど、私はスロワーが入ってた方がやりやすいんですよね。ちょっと
全然違う、落としたいところじゃないところに落ちた。やば。星1を取るなっていう教訓をしておきながら星1取るやつがどこにおんねん。嘘でしょ。もういいってその星1ゲーム。ちょっと勘弁してよ。もうっていうことですね、皆さん。はい、99%ナイスです。まあ動画のね落としどころも作れたことですしね。はい、ということでね、ちょっと一夜かベータはね今ドラゴンライダーちょっと遊んでるんですけど、ドラゴンライダーマジで速い。本当にもう今のとかも時間切りしてるけど、ドラゴンライダーだったら多分間に合ってる。残りがで多分。しかもなんか集中力切れちゃったさっきので。どんなとこ隠してんのこれ。皆さんもね集中力切れた時はね一回タスク切るゲーム落としてリセットした方がいいっすね、体感的に。はい、これ大事な教訓っすね。ちょね、私も結構そうなんですけど、一回星1取るとね連続でミスるんですよね。なんでかなーって毎回思うんですけど、まあ結果なんでなのかは分かんないんだけど、皆さんもね一回こけたらもうどうでもいいやって思って結構私すぐ始めちゃうんですけどね、休憩した方がいいっすね。はい、これはもう私の経験的に、ひどいことに3アカ持ってると他のアカウントにまでね波及するんでね、はい、気をつけてください。いくつだ、多分1回だけだよねこけたのね。はい、ということでね、はい、まあ、はい、シーズン序盤なんでね、皆さん良いクラクラライフをねまたお過ごしください。それじゃあまたね。